Winter FM 897 Yuta at home。 みんなおかえり。インターヘイ897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。皆さんこんばんは。今日はちょっと声のトーンを落としながら、冒頭を進めていこうと思います。最近の僕ですが、皆さんもう3月ももう終わりますよ。やべえ、もう3月終わると思っちゃって、この調子でいくとさ、1年ってあっという間に終わっちゃうんだろうなってちょっとね焦ってました。はい。なんかね、こうなんかしないとなと思うんだけどさ、この季節の変わり目ってさ、なんかさ力入らない時ない？みんな今ねまさにねそんな感じなのね俺で。そのコロナのさ影響でさジム行けてなかったから、やっぱ運動って大事だなと思って、ジムもね運動もしていかないとなと思ってます。なんかね皆さん逆にちょっと教えてほしいな俺に。なんかさこういう季節の変わり目ちょっとさこうだらけてしまう時にさ、なんか改善方法とかさいい方法があったら逆にさゆうたがちょっと今日は質問しちゃっていいですか？なんかそういうので改善方法とかさ、こういうのあったらリフレッシュできるよとかさ、こういうのあったらちょっとなんていうのアグレッシブにもっと動けるよとかいうのあったら教えてほしいなと思います。はい。そしてですね、今夜も僕ら NCT127 の曲はもちろん、その他皆さんに僕が今届けたいいい曲をたくさん今夜もオンエアしていきたいと思います。それでは早速なんですけど、まずは1曲目を皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 でレギュラー。インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でレギュラーでした。さて皆さん、先週も、皆さんにお伝えしたんですけど、4月から JFN 系列の全国 FM 局でのオンエアが決まりました。ありがとうございます。はい。放送時間は、30分と少しね短くなってしまったんですけど、長くねこれからも皆さんと続けていける番組になるように、これからもね楽しみながら、お届けしたいと思います。本当にありがとうございます。まさかね、始まる当初はこんなにこう全国で僕ねユータアットホームが流せるなんて夢にも思っていなかったので、この展開にね少し戸惑いつつもすごく嬉しく思っています。ゆうたみからのね応援があってこそのこの延長というところで、本当に皆さんありがとうございます。もう何回もありがとうって言うんですけど、本当に、ありがとうございます。もちろんねここインターフェーム897でもお届けしつつ、全国のいろいろなね AM 局でも、聞けます。インターフェーム897では木曜日の夜9時にお引っ越し、4月1日木曜日の夜9時からです。その他の放送局でのオンエア時間はそれぞれのホームページなどで確認してみてください。これまでも、ラジコのプレミアム会員になって、東京以外からこの番組を聞いてくれていたという人ももちろんね多いと思いますが、ついにいろいろな場所で僕のラジオが流れます。本当にありがとうございます。番組内容はこれまで以上にいつどこで聞いてもユータアットホームが、このリスナーの方々の明日の活力になれるようにしていきたいなと思っています。ということはそういうことですよね。今ほら聞けてない人ももちろんいるじゃないですか。で初めてね僕の声を聞く人も多分増えるんだろうななんて思いつつ、どういう印象を持ってくれるかなとか楽しんでくれるかなっていう期待とちょっとの不安とでたくさんのワクワクが今ね入り混じっているんですけど、どんな出会いがあるか僕ゆうたもすごく楽しみにしています。それでは、ここで2曲皆さんにお届けしようと思います。 NCT127 でホワイトナイト、そしてジェットラグ。インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でホワイトナイト、そしてジェットラグでした。今週は NCT127 ユータのゆったりユータアットホームです誰だこれ考えたの。面白い。1本1時間でお届けするのは今夜がラストとなります。
せっかくなんで今夜はゆったりゆうた1時間スペシャルでお届けしたいと思います。ゆったりなのでちょっとラジオ DJ ではなく家で一緒にくつろいでる風に喋ってみようかなと思いますので、皆さんもね目を閉じてちょっとイメージして僕と一緒にいるっていうのを仮定して、皆さんも聞いてほしいと思います。飲み物何飲む？俺がコーヒーでも入れようかって言ってもインスタントなんだけど、 BGM はさどんなのがいい？あ、そう俺選んでいいの？カーペンターズ俺結構好きだったんだけど、最近ね好きでよく聴いてて、リラックスしたい時とか朝起きてすぐ聴いたりするんだよね。この好きになった曲をみんなとシェアできるからさ、12月からラジオ始めてすごい良かったなと思ってる。てかさ、思い返してみればさ、ほら第1回目と第2回目のさ衝撃覚えてる？車の音とレコーディングブースの悪さ、そして俺のロボット棒読み MC と言われたかつてのユータアットホームから4ヶ月経過、あっという間だったよねマジで。なんかさ、ユータミのみんながさ1時間あっという間に過ぎるって言ってくれるのがすごい嬉しいんですけど、時間ってほんと過ぎるの早いよね。初めはほらロボットの件もあったし、もう友達からめちゃくちゃ言われたからいじられたからさ、初めは一人でラジオできるかなってね、ほんと超不安だったんだけど、このみんなのおかげでこれまでやってこれてね、何より本当に楽しいからやっててよかったなって心から今となって思います。あとみんなが質問くれたじゃん結構で、そのメッセージくれるのもすごい嬉しかったし、なんか一番思ったのはみんなも俺と一緒の悩み持ってるし、例えばその環境とかさ職業とか違うだけでみんなそれぞれ悩んでるし、その答えを探してみんなもがいてるんだなと思えて、なんかこのラジオを通してさ、こう一人じゃないんだなって思えた。なんかそう勝手に思っちゃう時あるじゃん。でもみんな一緒で職業と立場が違うだけでみんな一緒に悩んでて、みんなそういう思いを持ってるんだなっていうのが純粋にこのラジオを通して伝わってきて、いや俺一人じゃねえんだなって、愛されてるなってすごい思いました。だから本当にみんなありがとう。ちょっと空気入れ替えようか。日本はねもう暖かくなった。今年はね聞いた話でよれば桜の満開が早いって聞いたよ。春の桜の思い出はまだ NCT でさデビューする前に SM ルーキーズっていうのがデビュー前のチームがあって、そのみんなと SM タウンの東京に行った時に中目黒のその桜のフェスティバルみたいなのがあった時にメンバーみんなと一緒に行ったのよ。でその時の思い出が今も鮮明に残ってて、桜道といい人の行き交う楽しい空間といい屋台がちょっとあって、恋人だったり友達だったり家族みんなが和気あいあいとしてる桜の風景っていうのは未だに忘れられなくて、たまにね次日本行けるようになったらメンバーと一緒に行こうなんて話もしながら、その中目黒の桜の風景というか、あれは未だに忘れられないね。次絶対行ってみたいと思う、日本の東京のナンバーワン、今ね。で韓国ではやっぱりね俺自然とか好きだから春になるとアングクトンっていうところによく行くの。でアングクトンっていうところによく行ってて、そこは山もあれば桜の木もちょこちょこあるし、何よりねテラスのカフェがすっごい綺麗なのよ。でそこで一日中ねぼーっとしたり音楽聴いたり、メンバーと行って、話したりすごいリラックスできるところなんで、春の韓国のイメージといえば俺はねそのアングクトンでみんなと何もせずにテラスでコーヒーを飲むっていうね、それが一番印象に残ってるかな。あとあれだね、今年はこの春はほら天気もすごいいいけど、なかなか難しい時期で外に出ることができないじゃん。
簡単に。だから今年の春は、俺もどう過ごそうかなと思ってるんだけど、やっぱりこういう時期だからこそ、家でもね、大切な人としっかりコミュニケーション取って、俺はね、テレビでも見て、しっかりそういう大切な人だったり、メンバーだったり、周りの人と過ごそうかなと思ってます。はい。では、ゆっくりトークのね、最後は、この番組でかけた思い出の曲をお届けしようと思います。この番組中にね、配信された、先行で配信された、ファーストラブという曲を、今回のラブホリックのアルバムの中からファーストラブという曲をみんなに聴いてほしいなと思います。NCT127 でファーストラブ。Inter FM 897. Yuta at home. インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でファーストラブでした。はい、次のコーナーに行きたいと思います。以前番組で好きな映画や漫画のナイスなセリフを送ってねっていう話を僕がしたんですけど、皆さんいろいろ送ってきてくれたものがあるので、ここで紹介しようと思います。ツイッターネームラビッドさん、ありがとうございます。選んでくれたのはダークナイトライジングからのセリフです。核爆弾をゴッサムシティから海の中まで運び爆発させることに決めたバットマン。警察本部長のゴードンは死ぬかもしれないバットマンに名前を教えてほしいと彼に尋ねます。その時にバットマンが答えたセリフ、誰でもヒーローになれる。特別なことをしなくても傷ついた少年の肩に上着をかけて世界の終わりじゃないと励ませばいい。だってかっこいいし深いし、一回読んで分かんなかったらちょっともう一回読むね。誰でもヒーローになれる。特別なことをしなくても傷ついた少年の肩に上着をかけて世界の終わりじゃないと励ませばいい。深いですねこれ。俺の解釈で言うと、誰にでもヒーローになれる。だから特別なことはしなくていいよって。傷ついた人に一声かけてあげるだけで君はその人にとってのヒーローになれるんだよっていうことだと思うんですけど、これいいですね。どこかで使いたいなこれ。じゃあ続いていきたいと思います。続いてツイッターネーム Q さん、ナルトの27巻に登場するセリフです。危険を冒してまでサスケを取り戻すことを諦めないナルトに、お前はバカだと説教したジライアに反論したナルトのセリフ、賢いってのがそういうことなら俺は一生バカでいい。いいですねこれ。俺これめちゃくちゃ好きよ。ここ27巻ね、分かってる。俺めちゃくちゃナルトオタクだからさ。ここあれだね、27巻ってちょうどどこだ。だからサスケ奪還したところか。サスケ奪還して結局無理だってでジライアが言うんだよね。お前ほんまバカやなと。そんな友達なんかもう諦めろみたいな感じで言うんすけど、ナルトが賢いっていうのがそういうことなら俺は一生バカでいい。これ言えそうで言えないセリフトップ5くらいには入るよ絶対。次もまたナルトですね。ツイッターネームエリーさんからもいただいていました。僕ナルトもめちゃくちゃ好きで、最後イタチがサスケに言うセリフめちゃくちゃ好きということで、43巻の許せサスケ、これで最後だ。ここやばいよね。許せサスケこれで最後だわ。やばい。これもね、何がだよって言われるかもしれないんですけど、一回ナルト見てください。43巻まで読んでください皆さん。もうこれなんでイタチがこう笑顔で言ってて、許せサスケこれで最後だって言ってる、この全部43巻まで読んだ人しか分かんないのこれは。ごめんね。それは俺もここで説明できないけど、興味がある方はぜひ読んでみてください。俺ね、それで言ったら俺もイタチめちゃくちゃ好きなわけで、俺はあそこが一番好き。さ、イタチがさこう殺害するシーンあるじゃん。でそこでお父さんが言うのね、サスケのことは頼んだぞ。でイタチが泣きながら分かってるって言うのよ。でお父さんが、恐れるな、それがお前の決めた道だろ。お前に比べれば我らの痛みは一瞬で終わる。考え方は違ってもお前を誇りに思うって言って
でイタチが泣きながらここはね俺もう泣きましたマジで。許せサスケとあとカブトと戦ってさ、めっちゃネタバレになっちゃうけどカブトと戦ってさ、こう俺のことは一生許さなくていい、ただ俺はお前のことを愛してるってこうデコパッてつけてさイタチが消えるとことこの考え方は違ってもお前を誇りに思うここのシーンはねもう最高、未だに見ちゃう。すいませんめちゃくちゃ盛り上がってますけどすいません皆さん。はい、名台詞たくさんありがとうございました。またいい漫画や映画のセリフに出会ったら僕と、ぜひシェアしましょう。ということでこのねヒーローとかキーワードがたくさん出てきたので、ここで僕たち NCT127 の、スーパーヒューマンという曲を皆さんにお届けしたいと思います。皆さんも僕もヒーローになれます。 I can do it, you can do it, we can do it. If you wanna feel it, say yeah. Inter FM 897. Yuta at home. インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でスーパーヒューマンでした。はい、じゃあ続いてのコーナーに行きたいと思います。ユーターズパワープレイですね。毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を皆さんに発表していきたいと思います。今週のテーマはですね、最近こうオルタナティブロックっていうジャンルにもともと聞いてたんですけど、こう最近もっと聞くようになって、オルタナティブってそもそも何だったって話なんですけど、めちゃくちゃ難しいんですよね。要するにその既存の方にはまらないこの新しいもともとあったものをちょっと壊して独創的な音楽を作ろうっていう、結構抽象的でこれがそうだっていうのは多分一概に言えないと思うんですけど、その中でも、ナンバー3はですね、最近出たキングヌーンさんのアブクという曲ですね。この曲一回聴いて、いやこれどうやって作ってるんだろうと思って、すごいこの不思議な曲調で、あれこの人はどういう風に作曲してるんだろうこの人たちはって思いながら聴いてましたね。てかオルタナティブが大体そうなんですよね。なんかすごい不思議な感じで、音楽を聴くというよりかはなんかこう音楽を浴びてるというか、なんていうんですかね、その空間にもう使っちゃった状態っていうんですかね。だから不思議な感覚に陥るんですよね、こういう系の曲は。でその、メロディーだったりそのソースだったりっていうのがすごい心地よくて最近はよく聴いてるんですけど、ナンバー3は、キングヌーンのアブクですね。そしてナンバー2はですね、マイブラッディバレンタインの、Sometimes という曲ですね。この曲はラブレスっていうアルバムだったかな、アルバムに収録されてる曲なんですけど、この人たちもすごい独創的な音楽で、でも聴きやすい、めちゃくちゃ聴きやすくて、最近はこの Sometimes っていうね曲を結構聴いてるんですけど、皆さんも一度こうオルタナティブの音楽、ロックの音楽に触れてみたい方は聴いてほしいなと思いますね。でナンバー1はレッドホットチリペッパーズの Can't Stop っていう曲なんですけど、このアーティストさんは多分日本でも結構有名なんじゃないかなって思うんですよね。なんだったっけ、デスノートだ。デスノートの、映画の主題歌だったかな、なんかでやってるんですよ。なので多分曲調を聞いたら、この人たちだったんだっていうのがわかると思うんですけど、ということでこの3曲の中から2曲を改めてお届けしようと思います。どうしようかな。じゃあキングヌーンさんのアブクと、マイブラッディバレンタインの Sometimes という曲を皆さんにお届けしようと思います。 Yuta at home. インターフェーム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。メッセージもたくさんいただいています。じゃあ早速ですが、ラジオネームルイさん。ユータくんこんばんは。1週間の疲れをすべて吸い取ってくれるこの空間に毎週とても癒されています。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。突然ですが、私は受験生でついこの前受験が終わり、無事に第一希望の学校に合格することができました。そこでここまで支えてくれた両親に何かしてあげたいと思ったのですが、何をしてあげたらいいのかなかなか思いつかず、手つかずのままになってしまいます。そこでゆうたくんに質問です。今までゆうたくんがご両親にして喜ばれたことや、ゆうたくんがもし私の立場だったとしたら、両親にどんなことをしてあげたいと考えますか？い
いつでも応援しています。ゆうたくん大好きですと。ありがとう、本当にルイさん。両親に何かしてあげたいっていうことですよね。第一希望この話はさ、俺もよく考えたんだけど、なんかこう韓国に来て仕事をするっていうことだから、お金を稼ぐじゃん。お金を稼いで、初めはこのお金を父とか母とかにあげたら喜ばれるだろうっていう勝手な勘違いをねしてたんだよね、俺は。だからこう連絡もあんまりせず、こういうことだけやっとけばいいだろうっていう考えだったんだけど、やっぱねこれも多分時間が経つにつれて気づいてくると思うんですけど、親御さんっていうのは一日に一回連絡するだけでもすごい親孝行になってると思うんですよ。第一希望の学校がどのぐらいまで離れてるか分かんないけど、例えば結構遠いところでなかなか会えなくなったとか、連絡する機会が減ったってなるなおさらですよね。だから親孝行は本当に連絡を取ることで、自分が何かした時に報告をすることっていうのは親孝行なんだけど、すごい当たり前のことなんだよね。で、別に特別なことをしなくても、ご両親とか親御さんっていうのはそれでもうそれが親孝行になってるから。で、自分が帰った時とか、休みの日にちょっと、ご飯一緒に行くでもいいし、とりあえず自分のことを話すこと。もちろんね、自立しないとはいけないんだけど、ちゃんとコミュニケーションを取るっていうことはすごい大事なことだし、それが親孝行になってると思いますので、これからも、親御さんを信頼して、たくさん連絡を取り合って、電話して声を聞いてっていうのをやってほしいなと思います。ルイさん頑張って。ラジオネームみーこさん。ゆうたくんに質問です。私の名前は緑という名前でコンプレックスでしたが、ゆうたくんの名前はどういう意味で付けられたんですか？今は名字を合わせるとフルネームの一部が NCT カラーになるのでめっちゃ好きな名前になりました。いいね。NCT カラーになることがあるんだ。すごい偶然という運命ですね、それは。名前の由来ですか？ゆうたは悠々としてて余裕があって、ずぶとく構えるだったと思うんですよね。でもそんなことはないですよ。俺めちゃくちゃテンパるし上がり症だし、そんなおって構えるタイプじゃないから逃げるとかすぐ逃げるしそんなタイプなんだけど、親に聞いた時は、あなたは俺男一人だからさ、多分それでそういう感じにそういう意味を込めてゆうたっていう名前を、つけてくれたんだと思います。はいじゃあ質問。ラジオネームゆうさん。ゆうたくんこんばんは。毎週金曜日楽しく聞いています。早速質問なんですが、日本でライブしたりするときに日本語で喋ったりすると思うのですが、メンバーの中で日本語の上達が早いメンバーは誰ですか？体調に気をつけてください。ありがとうございます。日本でライブしたりするときは日本語で喋るから、もちろんみんなすごい頑張ってくれるんですけど、上達が早いのはやっぱりドヨンかな。ドヨンと、あとね、発音がいいのはマークとかもイシテヨンもいいのかな。でもみんなやっぱすごいよ。みんな上手いし、俺らのチーム日本語の発音レベル高いなって勝手に思っちゃってるんですけど、その中でもやっぱりドヨンですかね。ドヨンは時間ある時とかも聞きに来てくれるんですよね。こういうことで合ってるとか、俺今からこういうことを言おうと思うんだけど全部確認してとか、たまにね、この前なんだったっけ、授業があって、なんかのニュースを全部聞き取ってメモしないといけないみたいなのがあって、俺 90% 俺がやったんだけどでもほぼ間違ってんだけど、それを見せてきて直してとか、ここなんて言ってんのとかを聞きに来てくれるからドヨンは、そりゃ日本語上手くなるわなと思います。だしめちゃくちゃ、メンバー全員そうなんだけど、日本のファンのみんなにこういうことを伝えたいっていう思いがあるから、早くなるんじゃないかなと思います。答えはドヨンです。はい、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。もう今週のラストナンバーのお時間になりました。早いですね、本当に。
これが最後じゃないからね。ここからが始まりだからみんな。ということでこの今週のラストナンバーを皆さんにお届けしたいと思います。 NCT127 でギミギミ、そして Right Now Right now, right now, right now. お送りしたのは NCT127 でギミギミ、そして Right Now でした。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。皆さん今回は何やったかな。漫画のやつでしょ。でなんかセリフ俺と喋ってるようにするセリフ、あれねちょっとあれだね、もう一回撮り直したい感じはするんだけど、ちょっとぎこちない感じも許してねみんな。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、4月から JFN 系列の全国 FM 局でのオンエアが決まりました。ありがとうございます。これからも楽しみながら皆さんとお届けしたいと思います。詳細は JFN 各局ホームページなどでチェックしてみてください。インター FM897 では木曜日夜9時からですので、みんなで一緒に聞きましょう。ハッシュタグはゆうたアットホームで、これからもご意見どしどしお送りください。そしていつか長時間スペシャルとかもやってみたいなと思っています。そしてですね、明日は L ジャポン発売日です。どんな僕らの姿が見れるのか僕も楽しみでございます。メンズノンノンとはまた違ったね L ジャポンの魅力を僕たち NCT127 がふんだんにねこう、紹介したと思ってるので、皆さんぜひ期待してください。それではゆうたみインター FM897 リスナーの皆さん、4ヶ月本当にありがとうございました。そしてこれからも応援よろしくお願いします。それでは DJ は NCT127 のゆうたでした。みんないってらっしゃい。バイバイ。また会おうね。溢れそうな my heart 君との love romance はきっとこれから初めよく嘘がシンデレラ、一緒に歌うセララ、君が映る景色はこの風見つけた背中に声をかけるのがドキドキするくらい You're my first love, You're my first love, You're my first love